こんにちは。このポッドキャストでは日本の生活や文化について優しい日本語でお話しします。今日のテーマは日本に引っ越す時です。日本で暮らしたい人が世界中で増えています。でも日本での生活を始める前にいろいろな準備が必要です。このエピソードでは日本に行く前に知っておきたいことや大事な手続きなどを紹介します。日本に住むためにはまずビザが必要です。観光ビザと違って長く住むには学生ビザや就労ビザなどを取らなければなりません。ビザの種類によってできることや期限が違います。日本の大使館や領事館で早めに情報を調べておきましょう。書類の用意に少し時間がかかることもあります。ビザを取るには学校や会社からの証明書がいります。例えば入学許可書や内定通知書などです。またパスポートのコピーや顔写真なども出さなければなりません。必要なものはビザの種類や国によって違うので、必ず自分の場合を調べてください。書類は丁寧に間違いがないようにしましょう。ビザの準備ができたら住むところを探します。学生なら学校の寮に入れることもあります。寮がない場合は自分でアパートを探す必要があります。不動産やインターネットのサイトで家賃や駅からの距離、家具の有無などを見て自分に合った物件を探しましょう。アパートを契約するとき、日本では保証人が必要なことが多いです。保証人とはお金を払えないときに代わりに払ってくれる人のことです。家族が日本にいない人は保証会社を使うこともできます。その場合、別にお金がかかることがあります。詳しいことは不動産の人に聞いてみましょう。住む場所が決まったら、次は生活の準備をします。例えば水道、電気、ガス、インターネットの手続きが必要です。これらは会社に電話やインターネットで申し込むことができます。ガスだけは開通の時に立ち会いが必要な場合が多いです。引っ越す日より前に予定を立てておくと安心です。日本に行くときは飛行機のチケットも予約しましょう。時期によって料金が違うので、なるべく早く取ると安くなります。荷物は多すぎると料金が高くなるので、必要なものだけにして分けて入れるのが良いです。服や日用品は日本でも買えるので、全部持っていく必要はありません。日本に着いたら住む町の市役所や区役所に行って転入届を出さなければなりません。これは14日以内にしなければいけません。パスポートや在留カードを持って行ってください。これをしないと保険や口座の手続きができないことがあります。次に国民健康保険の申し込みをします。日本では病院に行くときに保険がないとたくさんお金がかかります。保険に入るとかかるお金が少なくなります。手続きは転入届と同じ役所でできます。とても大切なことなので忘れずにやりましょう。日本では銀行口座があると生活が便利になります。家賃の支払いやアルバイトの給料の受け取りなどに必要です。銀行で口座を作るときはパスポート、在留カード、そして住所がわかるものが必要です。いくつかの銀行では外国人向けのサービスもあります。スマートフォンの契約も引っ越し後の大切なステップです。日本では月々の携帯料金が高めなので、自分に合ったプランを選ぶことが大切です。SIM カードだけを買って使うこともできますし、スマホ本体とセットで契約することもできます。英語対応の会社もあるので、最初はサポートのある会社を選ぶと安心です。ゴミの出し方も日本で暮らす上で大切なポイントです。日本ではゴミを分けて出すルールがとても厳しいです。燃えるゴミ、燃えないゴミ、ペットボトル、紙、瓶缶など曜日や時間が決まっていることもあります。引っ越したら市や区からもらえるゴミカレンダーをよく見てルールを守りましょう。新しい町に住み始めたら周りの人に挨拶をするのも日本のマナーです。マンションやアパートでは隣や上下の部屋の人にこれからよろしくお願いしますと声をかけると良い印象を持ってもらえます。挨拶があると何かあった時に助け合いやすくなります。日本では人間関係を大切にする文化があります。スーパーやコンビニの使い方も最初は少し違って見えるかもしれません。レジでは商品を自分でレジ台に置き、お金はトレイに入れて渡します。レジ袋は必要ですかと聞かれることがあるので、いりませんやくださいと答えましょう。
日本語のちょっとしたフレーズを覚えておくと、買い物がもっと楽しくなります。最後に日本での生活に慣れるには少し時間がかかることもあります。最初はわからないことや困ることがあっても大丈夫です。周りの人に聞いたり、外国人サポートセンターなどを使ったりして少しずつ慣れていきましょう。大切なのは焦らずに一歩ずつ自分のペースで生活を楽しむことです。日本では季節ごとに生活の様子が変わります。夏はとても暑く、冬は寒くなります。エアコンやこたつなどの家電をうまく使って体調に気をつけて過ごしましょう。また、春には花粉が多くなるので、マスクをしたり、薬を飲んだりする人もいます。日本の季節の変化に備えることも大事です。日本でアルバイトをする場合は、資格外活動の許可が必要です。学生ビザの人は自動的に働けるわけではありません。人種国在留管理庁に申し込んで、1週間に28時間まで働ける許可をもらいます。コンビニ、レストラン、カフェなどで働く人が多いです。日本語の会話力も少しずつ身につけられます。友達を作ることも日本での生活を楽しくするポイントです。学校や仕事場以外にもイベントやボランティア活動、言語交換などの場所で友達を作るチャンスがあります。日本人だけでなくいろいろな国の人と出会うことで自分の世界も広がります。SNS も上手に使って交流を広げてみましょう。日本では静かにすることがマナーとされる場所が多いです。例えば電車の中や図書館、エレベーターなどでは大きな声で話したり、電話をしたりするのは控えましょう。周りの人に迷惑をかけないようにすることが日本ではとても大切にされています。こうしたマナーを知っておくと安心して生活できます。ここまで日本に引っ越すときについて、準備や手続き、生活の注意点などを紹介してきました。日本に行く前にしっかり準備をすれば、新しい生活もスムーズに始められます。わからないことがあっても、周りの人に聞いたり、情報を調べたりして、一歩ずつ前に進んでいきましょう。また次のエピソードでお会いしましょう。またね。